こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます。青子です。やっと姿を現しましたね。ヤマハのミドル SS、YZF-R7。ここんとこのヤマハは、SR400 の販売終了や、国内新型発表があっても新色追加ぐらいだったしな。早く何か発表がないかなと、待ちに待ってましたよ。ちゃんと仕込んでたってわけだ。リーズナブルなスポーツモデル、しかも新型投入ってことで、酒場は大盛り上がりだ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の種は、こんな感じだ。1、デザイン。2、スペック。3、価格。です。YZF-R7 は R7 って呼ぶから、よろしくな。あと、ヤマハモータースポーツコムのサイトに R7 ビルド&コンフィグというページがある。そこでは、R7 の 3D モデルを好きな視点から眺めることができるんだ。R7 のデザインのチェックは、この 3D モデルを使って確認してるぜ。動画を見て気になる部分があったら、このサイトで確認してみてくれ。で、R7 の情報はヤマハアメリカのサイトを中心に参照してる。リンクは説明欄を確認してくれ。じゃあ始めるぜ。デザイン。R ワールドは、ヤマハのスポーツバイク YZF-R シリーズを指す言葉だな。R1 を頂点とするブランドで、排気量別に合わせた R シリーズの衣装を反映させている。今回の R7 も、どこから見ても R を想起させるデザインに仕上がってるな。まずはフロントだ。フロントマスクは、新型が出るたびに洗練されてきますね。一番のデザインポイントは、やっぱり LED ライトだな。どう見てもザクの物合いですよ。暗闇に輝く清黒の赤い光。白いけどな。単に丸い LED ライトが収まっているだけかと思ったけど、左右にフィンみたいなものがついてるよな。スピードに合わせて動いたりして、パチンコの羽かよ。このライトはバイファンクション LED ヘッドランプといって、ハイビームとロービームを一つの LED で兼用できる機能を持ったライトだな。このライトのおかげで、R1 や R6 では汎用と漏用でライトが2つついてたが、R7 では1つになってるぜ。軽量化にも貢献してますね。で、物合いは MT シリーズの特徴なんだが、今回の R7 は、MT7 をベースに開発されてるそうだ。だから MT の特徴を取り入れてるんですね。今回だけの気まぐれか、今後もデザイン面でフュージョンしていくのか、楽しみなところだな。ゴテンクス的な ?MZRH1 的なそれはソニーの MD ウォークマンや。ライトの下にある黒い部分はエアインテークに見えますが、どうでしょ？穴は開いてるように見えるな。でもここから入った空気は、エンジンに導かれるわけじゃないぜ。そうなんですか？フロントからエアクリに空気を導くダクトも見当たらない。それに MT-07 のエア吸気口燃料タンク化だ。なので、R7 も同じ構成だと思う。ではラムエアシステムは採用されてないんですね。そうだ。今回の穴はファッションだ。この位置にライトが鎮座してたら、吸気の邪魔にしかならんけどな。というか、ここにヘッドライトを設置するヤマハのセンスに乾杯だ。では、ヘッドライトの両脇にある、より細くなったポジションランプですが、流行りのデイタイムランニングランプですね。だな。走行シーンでは常時点灯してるからな。走行中の消灯ができるのかはわからん。マリサ質問。はい、喜んで。車の場合、DRL がウィンカー機能を兼用してる場合がありますよね。指示器を出すとオレンジに点滅するやつだな。R7 の写真を見るとウィンカーついてないように見えますが、R7 にその機能があったりして？残念普通についてるぞ。レイムが見てるのはサーキット走行写真だな。ウィンカーは取り外されて、穴が開いてる状態だな。ほら、正面写真とかではちゃんとついてるぜ。そうでしたか。でも、ぜひ取り入れてほしいですね。ウィンカー兼用 DRL。あと見た目で気になるのは、エアインテークの下についた薄い唇の部分だな。唇って、フロントフェンダーに沿うように緩やかにラウンドしてて、その輪郭に沿うように R7 のロゴが描かれてる。ライトはエアインテークに移動してるから、カウル下はスッキリしてるな。R1 ではここにライトが装着されてたから、色々と賑やかでしたね。この部分を下から覗くと、ちょっとしたフィンがついてる。何の役目かな？整流板的な役目かな？意味なしってことはないと思うけどな。新型 R7 の顔は、流し目にサンジアンで薄い唇、いつもの R とちょっと違った雰囲気を手に入れましたね。了解か？でもしっかりと R してますね。横から見た感じは？いい、実にいい。何がいいんですか？マフラーだよ、マフラーの形。実はさ、CBR6 レイ RR に乗ってた時、R6 に乗り換えようと本気で考えたことがあって。でも実物見た時にさ、ぴょんって出っ張ったマフラーが気になって、マフラー出口も跳ね上がってなくて、下を向いてるし、これがどうも好きになれなくてさ。個人の感想です。それが R7 の場合は、あるのかないのかわからないぐらい太鼓部分は小さくなっちゃって、これならホイールも掃除しやすそうだし、軽そうだし、スタンドがかけやすそうだし、
何より違和感がない。主の勝手なイメージです。新型の推しポイントの一つだぜ。いやそこは推しなのでしょうか？皆さんはどう思いますか？ R6 のマフラーはそんなに気になりますかね？コメント求む。リアのデザインはどうですか？リアも R1 と同じ雰囲気だけど、形状は微妙に違ってるな。相変わらず、見せるデザインになってるぜ。縦長のライトは同じように見えますね。この形だと、追い抜きざまに後ろ姿を拝んだ時、どの R に抜かれたのか区別できないですね。そうだな。これは意図的に似せてるって話を見かけたな。R1 に抜かれたと思ったら R6 だったって思わせる意図があるらしいぜ。追い抜かれて、信号待ちでチェックしたら、俺、R7 ですけどってこともあるかもしれないんですね。R7 は R1 や R6 に比べれば、サーキットよりストリートよりだって話だから、さらにダメージを受けてしまうかもな。主は M 体質だから心配なしですね。公道では安全運転でお願いしますよ。では、ストリート向けって言われる R7 のポジションはどうなんですか？ R6 よりは R7 よりは R3 の方がハンドルが高く、シートも厚く、シート高も低い。マイルドなポジションになってるってことですね。と言っても、MT-07 と比べたらやる気満々の前傾ポジションだけど。これもまたがってからのお楽しみですね。デザインやポジションについてはよくわかりました。次はエンジンや車体についてお願いします。スペック。エンジンは MT-7 と同じ、270度クランクの並列2気筒の CP2 エンジンだ。CP2 って何なんですか？クロスプレーン型クランクシャフトで2気筒エンジンってことだ。クロスプレーン型って？プレーンがクロスしてんだよ。ごめん、うまく説明できません。わかりやすい説明動画のリンクは説明欄に貼っておきます。兄貴の説明はわかりやすいぜ。排気音はどんな感じですか？並列2気筒だから排気音は低めだ。パイーンって音じゃなく、ガルルルって感じだ。駅マニの取り回しも変更ないように見える。カウルで隠れてるのに、なんでわかるんですか？最初に話した 3D モデルのおかげだ。表示を拡大し続けると、カウルを突き抜けてエンジン周りまで丸見えだ。ハリボテの 3D モデルじゃないんですね。さすがヤマハ。エンジンスペックは、ベースとなった MT-07 と同じって話ですが、そうすると、フレームや足回りも同じ仕様なんですか？その辺は変わってるぜ。じゃ、足回りの変更点について見てみるか。フロントサスは成立から倒立フォークに変わってる。もちろん R7 用に専用セッティングされてるぜ。よーく見ると調整用のネジも見えますね。プリロード、心圧調整可能なフルアジャスタブル仕様だ。R シリーズを名乗るからには、倒立フォークは必須ですね。ま、コストアップになってしまうと思うけど、譲れないところだよな。リアのショックですが、なんかめっちゃ奥についてません？クランクケース直付けのリンクサスだからな。リンク形状は R7 専用みたいだ。直付けにすることで部品点数を減らし、軽量化やマスの集中化に貢献してる。これも R7 専用セッティングでプリロードのみ側が調整可能だ。サイトの説明には通勤からトラックまで幅広く機能するサスって書いてありますよ。それは頼もしいな。R7 で通勤したいぜ。お次はフレームだ。フレームはカウルで隠れてるから、正直どこが変わってるかわからないですね。モデルを拡大すれば。あかん、調整が難しいな。R7 はぶっといアルミフレームなんですよね。いや、違うぜ。R7 は MT-07 と同じ交換のバックボーンフレームだと思うけど、なんでそう思った？ R7 を横から見ると、ブルーとブラックのツートンカラーになってますよね。だな。ブラックの部分に青いタンクが乗っているように見えたので、黒い部分がフレームだと思ってました。ま、見えなくもないが。ブレーキ周りも少し変わってる。ブレンボのラジアルブレーキマスターシリンダーに変わってる。ブレーキローターはデュアル 298mm で変わりはないが、フロントキャリパーはラジアルマウントのフロントブレーキキャリパーに変わってる。リアは日清で変わってない。スイングアームはどうですか？これは MT-07 と同じって話だな。じゃ、最後はアシスト機能をチェックだ。電子制御&アシスト装備。電子制御やアシスト系の装備は R1 や R6 と比べればかなり簡略化されてるな。どんな装備になってるの？ ABS とアシスト&スリッパークラッチ、アクセサリでアップのみのクイックシフターだな。メーターは MT-7 と違って LCD パネルだな。イグニッションを ON した時のオープニングアニメーションもある。電スロは？ない。トルコンは？ない。そうなんですか。ちょっと残念。価格から考えたら十分じゃないか？ヤマハアメリカのサイトだと、$8,999ドルって書いてあるしな。あら、いいお値段じゃないですか？ちなみに CBR650R は$9,699ドルだな。勝手な思い込みだけど、ホンダの場合はスタンダードモデルでも、機能をはしょって安くするって考え方はあまりない気がする。大抵の車種はトルコンと ABS は標準的な装備になってて、その分ちょっとお高くなってるかな。各社の SS ラインナップは、大抵ガチで全部盛りで高価なモデルと、スポーティーで安価な価格帯の2段構えになってる。例えば
ホンダなら CBR600RR と CBR650R、川崎なら ZX6R と忍者650とかな。ヤマハだと、R1 と R6、R7 がこの関係になるわけだ。R6 は販売終了じゃないの？国内モデルは終了だけど、R6 レースって名前でレースベース車として生き残ってるぜ。期間限定車って扱いだけどな。なんで、ヤマハはミドル SS がさらに充実、3段構えラインナップになったってわけだ。R7 はガチバイクって言われず、スポーティーって言われる理由がこれだ。比較される R6 がガチすぎますけどね。それに正直なところ、アシスト機能は ABS さえあれば、普通に走る分には事足りると思ってる。ヤマハもその考えがあるのかないのか。アシスト機能が ABS のみテネレ700ってモデルも存在してる。ここまで割り切った大型はホンダや川崎にはない。クルコンとか IMU 制御があるに越したことないけど、バイクの素性の楽しむには、こうしたモデルがもっとあってもいいのかな、って思ってる。シンプルになれば価格も安くなりますからね。価格？R7 のベースになった MT シリーズだが、価格がリーズナブルなのも特徴だな。日本価格はまだ未発表ですけどね。ちなみに、R7 のアメリカサイト価格は$8,999って書いてったな。1ドルを109円としたら、98万891円ですね。100万円切ってるじゃないですか。同クラスのバイクっておいくらぐらいでしたっけ？ CBR650R は108万9000円で、忍者650は90万2000円だ。両者ともアシスト機能は ABS、アシストスリッパークラッチ、トルコンぐらいだな。ちなみに、アメリカサイトでは、ウェブから直接購入できるんだぜ。便利ですね。で、予約したんですか？その気満々だったけどな。でもすでに完売。ソルドアウトだ。ほら。発表から数日しか経ってないのに、すごい人気ですね。値段といえば、1999年に発売された YZF-R7 は、WSB 用のホモロゲモデルで限定400台で約400万円だったな。この頃は R7 がガチガチサーキットバイクで、R1 がストリート向けで約100万円だったぜ。あれ？今と関係が逆転してるんですね。だな。初代の R7 は、もともと R1 や R6 のような戦闘マシーンとして誕生したんだ。名前の由来は、SBK のレース規定に合わせた4気筒750区で R7 ってわけだ。しかし、その後に本気のホンダが最強 V ツインレーサー、VTR1 レー SP を発売して、時代は V ツインへ。ここで R7 の名前も消えてしまったってわけ。じゃ、こんな風にオマージュカラーが出るかもしれませんね。いいじゃないか。ざっくり話したけど、今回はこんな感じだな。なんか、少し前にミドル SS はもう終わりだ的な話が出てましたが、結局そんなことは全くなかったですね。あれは、排ガス規制で生産終了になったり、レースのクラス分けで 600cc クラスがなくなったりしてたから、それでミドルクラスの SS は終わりだと言われてただけだな。なんだかんだで、メーカーは違えどミドルクラス SS は充実してきてる。早く、R7 以外の日本向けモデルも発表してほしいですね。トレーサー級とか MT-07 とか。それは R の国内発表とともに、首を長くして待とうじゃないか。神子。新子？今回のお話は、以上になります。では、お次は青子のバイクニュースのコーナーだ。こんにちは、青子のバイクニュースのコーナーです。今回は何の話かな？今回は、バイクアニメのお話です。お、トップ GP か？ジャジャか？それとも爆音2機か？そういえば、爆音2機の話は聞かないですね。レースでも外車ラブコメでも、天然ハーレム系でもないです。スーパーカブと女子高生の友情物語ですね。バイクと友情？では、公式ホームページの紹介文を読み上げてみますね。両親も友達も趣味もない、何もない日々を過ごす彼女だが、ふと見かけた中古のスーパーカブを買ったことで、ちょっとずつ単調な毎日が変わり始める。日常系か？そうですね。主人公の子熊の仕草や、バイクの描写がとても丁寧なんですよ。劇中に流れるピアノ曲も、しっとりとした雰囲気で癒されます。見逃していた人は、ぜひ一度見てくださいね。今季要チェックのアニメですよ。まだまだ外出自粛の時間が続きますが、お部屋でもバイクを楽しみましょう。今回は以上となります。では、今回はこの辺で。それでは、See you!